最近、黒ずくめの不審な男が村の近くをうろつく姿を見るらしい。おばさんはクロエを見て、あんたと似たような服だったと言っている。メルブールを見て、大きなお友達だ、と喜びながら駆け寄ってきた。毛玉にじゃれつかれたメルブールは、なされるがまま、ぼーっとしている。なぜかリディまで、メルブールにじゃれついている。この村の村長は美食家として有名で、いつも高級料理を食べているそうだ。自分も一度は食べてみたいものだと、男は高級料理に思いを募らせている。旅のお方と呼ぶ声がどこからともなく聞こえてくる。こっちです、こっち、足元です。君たちが目線を下ろすと、小さなケムクジャラがいた。ケムクジャラが言う。我が輩の名はペロリン。旅の仲間に加えていただきたいのですが、ペロリンと名乗る子供毛玉が仲間になりたそうにこちらを見ている。君はノリと勢いに任せ、いいぜ、冒険の始まりだと叫び、右拳を天高く突き上げた。しかしクロエは、私は反対、魔物は信用できないと、冷たく言い放った。クロエに拒絶されたペロリンは、突然大声で泣き出してしまった。ペロリンは、子供ながらに渋い顔つきと口調のせいで、友達ができず、この村から旅立つ決意をしたそうだ。君たちは、おっさん顔の魔物が泣きじゃくる姿に、何とも言えなくなっている。君はクロエに、お前が友達になれよと言う。友達がいない者同士なと余計な一言を付け加えて。君と口論することに疲れた表情のクロエは、半ば諦め気味に、ペロリンと友達になると答えた。ただし、魔物とはいえ、子供にドラゴン退治の旅は危険だから連れてはいかないという条件付きで。ペロリンはクロエに飛びつくと、我が輩は嬉しいと言いながら頬ずりした。また後でねと、クロエはペロリンを顔から引き剥がし、地面に置いた。魔物って悪者ばかりだと思っていたのに、ここの魔物は変わっている、とクロエは感じた。我が輩の友達、か。君たちが会釈すると、男は聞いてもないのに、いかにも私が村長だと言った。ここは平和でいい村だろうと、村長はガハハと笑う。続けて、ところで君たちは、と尋ねてきた。我々は世界を旅する芸人一座だと、君はどうでもいい嘘をついた。私も昔は世界中を旅して食べ歩いたものだと、村長は共感を覚えたらしく、歓迎してくれるという。クロエは村長に申し訳なさそうに、実はドラゴンを倒すため旅をしていると正直に明かす。村長は君の嘘を気にする様子もなく、そうか、ドラゴン退治かと言った。かつて村長が世界を旅していた時、ドラゴンの噂話を聞いたことがあるという。旅の疲れもあろうし、食事でもしながらゆっくり、と村長は手を軽く二度叩いて、給仕を呼んだ。食卓には見たこともない料理が並べられていく。どれも高級でうまそうだ。よだれ。クロエが君に向かって注意する。自分でも気づかないうちによだれが。君は袖でよだれを拭くと、はっと気づいてメルブールの方を振り向いた。するとメルブールは我慢の限界が近いのか、机の角をかじっている。どうどう、よしよし。君はメルブールを優しくなでなでして沈めた。次の瞬間、扉をバンと開けて女の子が入ってきた。女の子はいつも一緒に遊んでいるスライムのぷよちゃんがいなくなったと涙ながらに訴える。村長は一瞬目を丸くして驚いた後、何かを思ったのか、すぐ探さねばと焦りの表情を見せた。スライムのぷよちゃん失踪事件のせいで、目の前のごちそうにありつける雰囲気ではなくなったが、我々がそのスライムを探しましょう。その後でごちそうを、と君が言いかけると、目的は
ドラゴンの手がかりを村長から聞くことだとクロエが君を諌める。どっちも同じことじゃないか、いや全然違うと二人は言い争っている。勇者たちをスライム探しをお願いできるかと村長は君に軽く頭を下げた。何はともあれ、どこかへ消えたスライムぷよちゃんを見つけないと話が進まなさそうだ。まずはぷよちゃんの友達の女の子に話を聞こう。村長の家から出てきた女の子は泣きながら走っていったそうだ。まだ近くにいるんじゃないかと老人は教えてくれた。もっとたくさん花を育てなきゃとゴブリンは熱心に花の苗床を手入れしている。女の子はぷよちゃんがいなくなっちゃったとしくしく泣いている。クロエは女の子の頭にポンと手を置くと、自分たちがぷよちゃんを探し出してくると約束した。女の子はそっと何かをクロエに手渡した。二人で遊んでいる時、泥で汚れたぷよちゃんを拭いているハンカチだそうだ。女の子はクロエにお願いした。ぷよちゃんを見つけたらこのハンカチで拭いてあげてほしいと。女の子は村中を探し回ったが、ぷよちゃんはどこにもいなかったそうだ。とはいえ村の外をくまなく探すのは無理がある。もう少しこの村に情報がないか聞き込みしてみよう。君は子供向けの絵本に興味などないとその場を立ち去ることにした。少し前、村の外で黒ずくめの不審な男とスライムが一緒にいるのを見たという。二人はこの村から北西の方に歩いていったそうだ。ぷよちゃんはその男に連れ去られたのだろうか。君たちは村から出て二人の行方を追うことにした。松明が必要なほどではないが、祠の中は薄暗く視界が悪い。ここは薄暗くて足元がよく見えない。慎重に進んだ方が良さそうだ。先を急ぎたい気持ちはわかりますが。君たちはそろりそろりと一歩ずつ慎重に足を運んだ。君が床をよく見ると粘性の何かが通った跡がある。ここをスライムが通ったのだろうか。行方不明だったスライムのぷよちゃんが謎の男に捕まっているようだ。そのスライムを返せと君は暗がりにいる男に言葉を投げる。男はまるで俺が連れ去ったような言い草だなと不愛想に振り向いた。暗がりに目が慣れた君はその男の服装がクロエとよく似ていることに気づく。男を見たクロエはあっと驚いた表情を見せた。男の方もクロエのことに気づいたようだ。この男とクロエは顔見知りのようだが、男曰くクロエとは同郷の出身で昔からよく知っているそうだ。クロエと同郷の男。そういえば君はクロエの過去をほとんど知らない。君はクロエに幼なじみかと尋ねるが口をつぐんだままだ。すると男が話に割り込んできた。俺やクロエの一族は禁樹でドラゴンをと男が言いかけたところで今度はクロエが割り込む。クロエはまくし立てる。この男の名はバルツ。ちょっとイカれたドラゴン大好き男だそうだ。俺は崇高なるドラゴン様を守るために探しているだけだとバルツは憤慨している。バルツは里から逃げ出した臆病者がとクロエを笑った。それに激高したクロエはバルツに飛びかかる。なんだかいろいろと気になるが、とにかく今はぷよちゃんを取り戻すのが先だと君も武器を構えた。この人は強敵ですよ。戦いの最中、お前たちはあの村の真実を知っているのかとバルツが問いかけてくる。あの村の村長は魔物の子供をとバルツが言いかけた次の瞬間、なんと白の教団のシラハ、白磁、ブランの三人組が戦いに割り込んできた。白の教団の連中は君たちを押しのけ、平和を乱す奸賊は貴様かとバルツに襲いかかる。
正義面するお前ら白の教団こそ真の害悪だとバルツも応戦する。